結論から言います。近い将来、私たちが学校で必死に学んだ計算や推論の価値はゼロになります。著者は NVIDIA の CEO ジェンソン・ハンさんの言葉を借りてこう警告します。数学を行う限界費用がゼロになるとき、人間は一体何をするのか。それは今のホワイトカラーの仕事が消滅することを意味しているのかもしれません。その残酷な答えが実はこの本に書かれています。タイトルは The Thinking Machine。実はこの本、フィナンシャルタイムズとシュローダーが選ぶ2025年年間最優秀ビジネスブック賞を受賞したばかりの超話題作です。審査員たちは現代で最も重要な企業の驚くべき記録と絶賛しましたが、まだ日本では翻訳されていません。今回は世界一のビジネス書に選ばれたこの The Thinking Machine を完全解説します。著者のスティーブン・ウィットさんは以前 How Music Got Free という本で音楽業界のデジタル革命を描き、フィナンシャルタイムズの最終候補にも選ばれた実力派ジャーナリストです。彼は今回 NVIDIA の内部に深く入り込み、 CEO のジェンソン・ハンさんに密着しました。私たちは AI のリーダーと聞くとイーロン・マスクさんのように宇宙や人類の未来を語る SF チックな無双化を想像しがちです。しかしこの本の冒頭にはそのイメージを根底から覆す強烈なエピソードが描かれています。著者が良かれと思って SF の巨匠アーサー・シー・クラークさんの未来予言の映像を見せたとき、ジェンソン・ハンさんの顔色はみるみる変わり激怒したそうです。君はイーロン・マスクにインタビューしているつもりか。私はそんな男じゃない。これは SF 映画じゃないんだ。我々は真面目な人間が真面目な仕事をしているんだ。普通なら自社の技術が SF に近づいたと喜びそうなところを、彼はそれを侮辱とさえ感じたのです。彼は AI が人類を滅ぼすといった SF 話を極端に嫌います。彼はあくまで物理法則に基づいて未来を計算するエンジニアだからです。そんな鬼のような厳しさを持つ一方で、彼には全く別の顔があります。彼が NVIDIA の事業計画を練ったのはシリコンバレーのガレージではなく、彼がお気に入りだったファミレスチェーンデニーズでした。取材中、彼はそこで自虐的な冗談を言い、カイトレスに君は素晴らしいと伝え、なんと1000ドル、約15万円ものチップを渡しました。この気前の良さと激しい怒り、本書によればこの二面性こそが彼の成功の鍵です。彼の怒りは単なる感情爆発ではなく、社員を鼓舞し二度と同じ失敗をさせないための計算された戦略なのです。なぜ彼はそこまでタフなのか。その原点は彼の過酷な少年時代にあります。9歳の時に台湾からアメリカへ渡った彼は、ケンタッキー州にある寄宿学校に預けられました。そこは更生施設のような場所で、唯一のアジア人だった彼は日常的に差別され、いじめ抜かれました。通学路の吊り橋では地元の生徒たちに橋を激しく揺さぶられ、川に落とされようとする命がけのサバイバルを経験しています。しかし彼は心を閉ざすどころか、いじめに立ち向かい猛勉強して学年トップの成績を収めました。寮のトイレ掃除のような雑用も割り当てられた仕事だからと完璧にこなしました。逆境を克服することで形成された自我と回復力こそが、後に NVIDIA を支える OS としてこの時にインストールされたのです。その OS は創業直後の最大の危機で試されました。最初の製品 NV1 は大失敗に終わります。社員は100名から35名に激減し、会社は倒産寸前に追い込まれました。残ったなけなしの資金をすべて設計をシミュレーションするエミュレーターという高価な装置に投入したのです。これにより時間のかかる試作品の工程を完全にスキップし、いきなり量産するという危険な策を依ぎました。もしシミュレーションが一つでも間違っていれば即終わり。しかしこの賭けは奇跡的に成功し、 NVIDIA は灰の中からよみがえりました。この経験から生まれたのが NVIDIA の有名な社内標語です。30 days from going out of business。 我々の会社は倒産まで30日しかない。ジェンソン・ハンさんは会社が莫大な利益を上げるようになった後も
従業員に当時の危機感を持たせるために何年もの間、スタッフへのプレゼンテーションをこの言葉で始めていたそうです。これはスローガンではなく、彼らが常に感じている切実な現実なのです。では、ジェンソン・ハンさんはどうやってインテルという巨人を倒したのでしょうか。ポイントは、ムーアの法則の死を見抜いたことです。かつてコンピューター業界にはムーアの法則という絶対的なルールがありました。半導体の性能は1年半から2年で2倍になるという予言です。おかげで私たちは待っているだけでスマホや PC が勝手に速くなる時代を過ごしてきました。しかし著者は断言します。そのボーナスタイムは終わったと。2000年代半ば、トランジスタは原子レベルまで小さくなり、物理的な限界に達しました。これ以上詰め込むと熱で溶けてしまうのです。ここで NVIDIA が選んだ戦略は質より量でした。本書ではこれを非常にわかりやすく料理で例えています。これまで主役だったインテルの CPU は、例えれば三つ星レストランの天才シェフです。彼はどんな複雑な料理も作れますが、手には一本の包丁しかありません。野菜を切るのも肉を焼くのも一人で順番にこなす必要があります。しかし AI の時代にはビッグデータというトラック何台分もの野菜がキッチンに運ばれてきます。天才シェフ一人では到底さばききれません。そこで NVIDIA の GPU が登場します。GPU は天才シェフではありません。例えるなら1000人の見習いコック、あるいは巨大なフードプロセッサーです。彼らは複雑なことはできません。しかし全員がフードプロセッサーを持っており、指揮官の合図とともにトラック一杯の野菜を一瞬でみじん切りにすることができます。AI の学習に必要なのは天才の技ではなく、この圧倒的な単純作業のパラレル処理でした。NVIDIA は天才一人よりも凡人1000人の一斉攻撃が勝つ未来にかけ、そして勝利したのです。このフードプロセッサーを科学計算にも使えるように改造しようとしたとき、NVIDIA は猛烈な批判にさらされました。それが社運をかけたプロジェクト、CUDA です。ジェンソン・ハンさんはゲームに使うグラフィックボードに科学シミュレーションができるスーパーコンピューターの機能をこっそり搭載しました。当然チップの製造コストは上がります。ジェンソン・ハンさんはそのコストをあろうともメインの顧客であるゲーマーに負担させたのです。ウォールストリートのアナリストたちはこれを手厳しく批判しました。社内ですら高くなった製造コストはCUDA税と呼ばれ議論の的になりました。ゲームをする子どもたちになぜ科学の発展コストを払わせるのか、誰が使うんだ、無駄な出費だ。投資家たちは離れ、株価は低迷しました。それでもジェンソン・ハンさんはエンジニアとしての信念を曲げませんでした。なぜなら彼は物理法則を見ていたからです。トランジスタを極限まで小さくするムーアの法則は物理的にもう限界を迎えていました。これ以上 CPU を速くすることはできない。コンピューターを進化させ続ける唯一の方法はパラレル処理しかないと彼は第一原理から確信していたのです。ジェンソン・ハンさんはこの時顧客が一人もいないマーケットを0ビリオンダラーマーケット、0億ドルマーケットと呼びました。それはまるでトウモロコシの畑の真ん中に野球場を作るものでした。作れば彼らはやってくる。彼は批判を浴びながら、まだ見ぬマッドサイエンティストたちがこのパワーを必要とする日をたった一人で待ち続けたのです。そして2012年、彼のベースボールフィールドについに一番のプレイヤーが現れました。アレクス・クリシェフスキーという学生が NVIDIA のゲームのカードを2枚使って AI の歴史を変えるアレックスネットを生み出しました。ジェンソン・ハンさんが見ていた物理法則の限界とパラレル処理の未来が正しかったことが証明された瞬間でした。次に何が来るか、それは AI 工場です。これまでデータセンターはデータを保存し尖閣する場所でした。しかしこれからは違います。ジェンソン・ハンさんはこう宣言しました。我々は新しい産業の始まりにいる。そこでは AI スーパーコンピューターという工場が大量の生データを入力してデジタルインテリジェンスを生成して出力する。つまり電気を使って知能を製造する時代に入ったのです。かつての発電所が電気を作ったように、これからの工場は知能を作ります。
この新しいルールに気づいた企業だけが次の覇権を握ります。そしてここが本書のハイライトです。知能の値段はゼロになる。ジェンソン・ハンさんは計算の限界費用がゼロになると断言しました。これはどういうことか、著者もライターとして恐怖を感じています。かつて魚者が自動車を憎んだように AI は私の仕事を奪う。ジェンソン・ハンさん自身も AI はまずフィクション作家の仕事を奪うだろうと予言しています。AI はすでに司法試験に合格し、創造的な文章も書けます。知能がただ同然で手に入る世界では、単に知識があるだけの人間の価値は暴落します。著者はこう警告します。ジョン・ヘンリーの瞬間、つまり機械に人間が敗北する瞬間はもうそこまで来ているのかもしれないと。さて、ここからが本題です。この世界的変化は日本にどう影響するのでしょうか。本書では AI の物理的な側面、つまり電力と地政学リスクについても触れられています。AI 工場を動かすには莫大な電力が必要です。生成 AI の検索は通常の Google 検索の10倍の電力を消費します。エネルギー資源に乏しい日本にとってこれは由々しき問題です。さらに NVIDIA のチップを製造する TSMC は台湾にあります。著者は台湾有事が起きれば世界経済にとって壊滅的だと警告しています。NVIDIA の物流責任者ですらこう言いました。もしもの時の対策など不可能だ。それはカリフォルニアが海に沈むのを心配するようなものだ。と。日本企業にとってこのサプライチェーンのリスクは他人事ではありません。では、計算コストがゼロになる世界で私たちはどうすればいいのか。著者の取材と NVIDIA の戦略を分析すると、明日からやるべきアクションは明確に2つあります。1つ目は AI の指揮官や著者の言葉を借りるならソーサラー、つまり魔術師になることです。ジェンセン・フアンさんはこう問いかけます。かつて農業が食料生産のコストをゼロにしたり、電気が火を灯すコストをゼロにしたとき、人間は仕事を失ったのではない。何か別のことを始めたのだ。計算のコストがゼロになる世界で人間がやるべき別のこと、それこそが言葉で現実を操る魔術です。ジェンセン・フアンさんは断言しました。将来のプログラミング言語は人間語だと。これまではコンピューターを動かすために難解なコードが必要でした。しかしこれからは私たちが普段話す言葉こそが最強のプログラムになります。あなたはただやりたいことを言葉にするだけ。すると AI という無限の魔力が一瞬でそれを実行します。つまりこれからの人間に求められるのは計算能力ではなく、どんな魔法をかけるかという目的を設定する力なのです。では、優れた魔術師、指揮官になるためにはどんな訓練が必要なのか。それが次に紹介する業務の因数分解です。ジェンセン・フアンさんはエンジニアとしてどんな複雑な問題も第一原理、つまり最も単純な要素にまで分解してから解決します。これを個人の仕事に応用するのです。例えば、会議の議事力を作るという仕事をそのまま AI に投げてはいけません。それは、おいしい料理を作ってと指示するようなもので AI は混乱します。そうではなく、録音データを文字起こしする、発言者を識別する、決定事項を箇条書きにする。このように作業を最小単位の手順に分解します。なぜこれが必要か。あなたが書いたその手順書こそが AI を動かす最強のプログラムコードになるからです。AI は文脈がないと機能しませんが、手順さえ明確なら疲れを知らない優秀な部下になります。決定すると、あなたは作業者から仕事の設計者、アーキテクタになります。ジェンセン・フアンさんには現在55人もの直属部下がいます。通常の CEO では考えられない数ですが、彼がそれぞれの役割を明確に定義しているからこそ機能します。あなたも業務を分解し AI に渡すことで、1人で10人いや100人の AI スタッフを同時に指揮することができるようになります。2つ目のアクションはフィジカル AI への注目です。NVIDIA は今、オムニバースという仮想空間の開発に社運をかけています。なぜか、ロボットを賢くするためです。例えば、ロボットにホッケーを教えるために、現実で何千回もボールを打たせるのは効率が悪い。だから、仮想空間の中で
物理法則を無視した超早い時間の中で何億回もシミュレーションを行い、学習完了した脳を現実のロボットにインストールするのです。NVIDIA は今、ロボットや工場をシミュレーションする産業メタバースを構築しています。ジェンセン・フアンさんはこれを新しい産業革命と呼びました。投資家たちが次に注目すべきは、単なる IT 企業ではなく、こうした現実世界の産業を AI シミュレーションで再定義しようとしている企業かもしれません。いかがでしたでしょうか。未来は怖いですが、知っていれば対策はできます。ジェンセン・フアンさんは、かつてデニーズの皿洗いからスタートし、30年間、倒産まで30日という危機感も持って会社を経営してきました。この本が教えてくれるのは、変化を恐れず、常に学び続ける姿勢こそが、AI 時代を生き残る唯一の武器だということです。ジェンセン・フアンさんはこう言います。失敗は共有しなければならない。そして常にスピードオブライト、光の速さで進まなければならないと。今日から AI への指示力を磨き、フィジカル AI の動向に注目していきましょう。それが計算コストがゼロになる世界で私たちが価値を持ち続ける方法です。このチャンネルではこうした日本未翻訳の海外最新書籍を解説します。誰よりも早く内容を知りたい方は今のうちにチャンネル登録と高評価をお願いします。またこの本を要約してほしいというリクエストがあればぜひコメント欄で教えてください。皆さんのいいねが次の動画を作る大きな力になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。